こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、匿名希望さんからの質問です。斉藤直樹先生、はじめまして。いつも楽しく動画を拝見させていただき、学ばせていただいております。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。早速ですいませんが、私の悩みを聞いていただけますでしょうか。私は幼少期から何かを作るのが大好きでした。その中でも、特に絵を描くのは幼少期から唯一ずっと飽きずに続けられていた大切な趣味です。社会人になってからも仕事をしながら絵を描いていて、SNS を見たりなど楽しく絵を描いて過ごしてきました。ですが数年前からプライベートでも仕事でもトラブルが続いてしまい、精神的に不安定になってうつ病と診断されてしまいました。それでもお薬を処方していただきながら会社に通い絵を描く趣味を続けていたのですが、この数ヶ月ほどで再び病気が進行してしまったのか、全く絵が描けなくなってしまいました。正確には描きたいという気持ちは確かにあるのですが、いざ PC や紙の前に座りペンを手に取っても頭の中のイメージに濃いもやがかかってしまい、手が全く動かなくなるのです。おぼろげなイメージを無理やり出力しようとしてもなんか違うというものしか描けません。絵をたくさん描いてきた頃の楽しかった気持ちも薄らいでしまい、描きたいのに描けない、描いているのに楽しくないという状態に最近ずっと苦しんでいます。絵を描きたいという気持ちはあるのですが、描くこと自体がストレスにもなってしまう状況でもあり、どうしたらいいのかわからなくなってしまいました。やはり今は再び描きたいと思えるようになるまで絵の世界から離れて休んだ方がいいのでしょうか。しかしそのうち絵を描くのが楽しいと感じていた気持ちも忘れてしまわないかと不安です。もしも先生がこのような理由で絵が描けなくなったり描けなくなった人を見かけたとしたら、どのようなアドバイスをされるのだろうと気になり、すがる思いで質問してしまいました。長文な上にまとまらない文章ですいません。答えていただけるのであれば嬉しいです。これからも先生のご活躍を楽しみにしておりますとのことです。はい、匿名希望さん、ご質問ありがとうございます。実はこういう質問ってね、すごく多いですね。もちろんね、細部は違うんですが、小さい頃から絵が好きだったんだけど、仕事とかプライベートとか色々あって精神的に参ってしまって、それがきっかけかそうでないかはわからないんだけど、絵を描くのもだんだん辛くなってしまったというような内容です。でね、僕自身はどうなのかっていうと、あんまりね、そういうことはないです。というのも、僕の場合はですね、絵と仕事が完全一致してしまっているので、楽しかろうが楽しくなかろうが、絵は常にずーっと描いている状態ではあるんですよ。なので、自分の気持ちとはちょっと切り離した状態で絵を描いている場合が多いっていうのはあるんですが、でもね、仕事以外で描く絵なんかで、自分の気持ちの発露として描いている場合もあったりして、その部分での経験でね、この質問にはお答えできるかなと思いましたので、僕なりに答えてみようと思います。他人ではなく自分のために絵を描こう。はい。まずですね、僕が率直に思ったのは、匿名さんは描きたいという気持ちはあるけど、いざ描こうとすると手が止まってしまうと言っております。このことからですね、僕は単純に匿名さんの描きたい内容が変化しているんじゃないかと思ったんですね。ここからはね、僕の完全な想像でお話しするので、今の自分の状態にね、チューニングしながら聞いてほしいんですが、もしかしたら匿名さんは、小さな頃から今まで絵を描いていたのは、自分以外の誰かを喜ばせるために絵を描いていたのかもしれません。ねえねえ、匿名さん、こういう絵描いてってね、友達に頼まれて、その友達を喜ばせるために絵を描いてあげる人多いですよね。実際に頼まれずとも、誰かのことを想像しながら、こういう絵描いたらあの人は喜んでくれるかな、逆にこういう絵描いたらちょっと変に思われちゃうかも、そんな風に自分以外の誰かを想像しながら絵を描いていたかもしれません。で、匿名さんが男性か女性かわかんないんですが、比較的女の人ってですね、男と違ってね、社会性がすごく強いので、おそらく自然と自分以外の誰かのことを考えるっていうことをしてしまいがちなんだと思うんですね。で、匿名さんのようにうつ病になってしまう人ってなおさらそういう傾向が強くて、あんまりね、自分の心のキャパシティがないのにもかかわらず、会社とか学校などで他人との関係をうまくやろうと思い悩んでしまって、それで心が疲れてしまうっていう感じなんだと、あくまで想像ですけどね、そういう感じなんだと思います。で、匿名さんがもしそうなんだとしたらですね、学校でも職場でも誰かのことを考えながら生活していて、で、それで絵でも誰かのことを考えて絵を制作してなんてしてたら、これどうなると思いますか？むしろね、絵を描くことでもっと
と疲れていってしまいますよね。昔はね、絵を描くのが楽しかったので、また楽しい気分を味わいたくて絵を描こうとしているのに、でもいざ絵を描こうとすると全然楽しくない。描けない。僕が思うにですね、それは匿名さんの今の状態が人間関係に疲れていてしまっているので、そこから逃避したいと心は願っているにもかかわらず、匿名さんは無意識に絵を描くときに、これ描いたら誰が喜んでくれるかなって、誰かのことをついつい考えてしまう。つまり、絵でも人間関係のことを考えてしまって、それが原因で楽しくなくなってしまっているんじゃないかと、僕は思うんですね。ですね、絵って自分の状態によって書きたい内容も変化していくものだと思いますし、もちろん変えていいものだと思うんですよ。おそらく今の匿名さんにとって必要なことは、誰かのためにではなくて、自分だけのために絵を描くことではないでしょうか。僕もですね、以前ちょっと心が疲れてしまったなって時には、こんな感じで、誰にも見せるでもない、コンセプトも何も考えていないような、自分でも何を描いたのか説明もつかないような絵を描くことがありました。コンセプトがないとかね、そういう言い方をするとちょっとまだカッコつけているような気がしますね。もっとはっきり言うと、現実逃避とか、あとはルサンチマン、復讐心とかね、そういう心で描いていました。そのモヤモヤをぶつけるように描き殴ったのがこういう絵です。で、こういう絵って誰かに見せてたくさん反応を得られるような絵では全然ないんですが、自分の心の形に従って素直に筆を走らせてみるとですね、なんか知らず知らずのうちに心が満たされるような感じがありました。おそらくね、匿名さんも心にモヤがかかって何を書きたいのかわからないとおっしゃっていましたが、そのモヤごとね、紙にぶつけてしまえばいいと思うんですよ。余談ですけど、心が病んでいる時って、なんか僕は無性にね、泣き顔を描きたいっていう衝動に駆られることが多かったですね。これはですね、自分が泣けないから絵に代わりに泣いてもらおうとしたんだと思います。もしかしたら匿名さん、僕のようにね、泣き顔を描いてみたら意外と心すっきりするかもしれませんよ。たまにはね、コンセプトとかテーマ、見る人のことなんてもう全部忘れて、好き勝手に気の赴くままに、もうね、憂さ晴らしとして絵を描き殴ってみるのもいいかもしれません。必ずしも絵を完成させなくていい。もう一つ匿名さんに伝えたいのは、そういう時に描く絵って別に完成させる必要はないってことです。これ考えてみれば当然かもしれませんが、絵を完成させる、もっと言うと完成度を上げるのって誰のためにかっていうと、少なからず他人の目を意識して必要だから完成度を上げているっていうことがあると思います。もちろんね、例外はありますよ。完成度を上げること自体にカタルシスを感じる人もいると思いますので、そういう場合にはその心に従えばいいと思うんですが、でもそういう人ってね、自分自身が望まなくても、完成度高い絵をついつい描いてしまうので、思わぬところで周囲にもてはやされてしまって困惑するみたいなタイプの人だと思います。匿名さんはね、聞く限りそういう人ではないと思うんですね。でですね、ただ絵にある程度真面目に取り組もうとする人って、どうしても自分の中にね、絵をちゃんと完成させなさいっていう圧を抱えているものなんだと思うんですよ。自分の心がね、仮に元気な状態でぐんぐん自分の表現でのし上がっていきたいぞみたいな時期だったとしたら、そういう圧で自分を追い詰めていくことはむしろ必要なんだと思いますが、心がね、疲れてしまっている時に、その圧に無理やり従ってしまうと、絵がね、もう嫌になるどころか、もう生活のどこにも楽しさを見出せない、みたいな感じになりかねないと思うんですよね。なので、そういう時には、もう絵をね、途中でもどんどん放り出していいと思います。もう一枚描いてね、なんかこの絵はもういいかなと思ったら、もう放り出してね、もう次の絵に行って、で、また自分の今の形を正直にぶつけてみる。で、その絵も途中で飽きたら、もうそこで放り出して、じゃあ次。で、次に行ってまた満足したらまた、はい、次。で、満足したらまた次ってね、どんどんね、自分の心に従って、枚数をね、もうとにかく重ねていってみてください。で、あるところで、その放り出した絵を並べて俯瞰してみるとですね、あれ？私ってもしかして今こういう気分で、こういうことに傷ついていたのかもしれないな。そうか、私って今、こうしたいんだったみたいにね、自分の思っていることを自分で発見できたりするんですよ。これ聞いてる人はね、そんなこと自分のことなんだから自分が一番わかるでしょ普通って思うかもしれませんが、いえいえ、人間誰しもね、少なからずプライドみたいなものはありますし、匿名さんのようにね、うつ病になるぐらい人間関係に悩んでしまうような人って、なおさらこんなこと思ったらダメだよね、こう思っちゃう自分が変なのかもってね、自分の心に蓋をしてしまうことって少なくないと思うんですよ。で、本心に蓋をしてしまっているから、自分の心と本心が乖離してしまって、なんか絵が描けないって悩んでしまう。そういう場合ですね、ちょっと面倒かもしれません
が、もうね、人のことはもう一旦忘れてしまって、素直に絵を描いてみて、その絵を通して改めて自分自身の心と向き合い直すこと。そういうね、ちょっとこうまどろっこしい手順が必要な場合もあると思います。匿名さんはね、必ずしも絵を完成させなくてもいいので、好き勝手に描き散らかしてみてください。描きたいペースで描けばいい。はい。でね、最後に言いたいことは、これはね、ちょっと今までのことと重なる部分もあるかもしれませんが、あまり速いペースで書く必要はないってことですね。自分の好きなペースでゆっくりと書いてみるのがいいと思います。ただね、これデジタルだと結果的にね、早く書けちゃうんですよね。そもそもデジタルって効率に優れたツールなので、そういう時にはあえてアナログで絵を描いて、ペースをこう落としてみるのがいいと思います。僕もですね、最近アナログで絵を描いてみているんですが、当然デジタルで絵を描く時とは比べ物にならないぐらい絵のペースが落ちます。例えばね、一色で髪の毛を塗る時もデジタルだったら選択範囲を作ってボタン一つでムラなく絵を塗りつぶせるじゃないですか。もう時間にしたらね、2、3分ぐらいですよ。でも同じ作業をアナログでしようとしたらですね、まずはパレットを用意する。で、筆を洗うためのバケツを用意する。で、絵の具で髪の毛の色を作る。で、次にですね、面相筆で髪の毛のこう縁取りをする。で、その後で中を平筆で塗りつぶす。で、ムラになっちゃったらもう一回ね、重ね塗りする。とかってね、なんだかんだで1時間ぐらいかかっちゃうんですよね。で、これ聞いててね、もう、うわーアナログめんどくせーとかってね、こう、効率能になっている時には思っちゃうんですが、なんかそういうこう、めんどくさくて非効率的な作業をしているとですね、不思議と癒されるというか、無心になっている自分に気づくことがあるんですよ。今の時代ってめんどくさくない、すごくね、効率的なツールに溢れていて、何もかもがスピーディーにできてしまう反面、人によってはそのペースについていけずに心の余裕がなくなってしまう瞬間もあると思います。そういう時にはね、あえて非効率的で一つのことにものすごく時間がかかってしまうようなアナログチックな手法にあえて原点回帰してみることで心を無心にすることができて癒しを感じる時間を得られるかもしれません。これも余談ですけどね、僕最近ですね、アナログ作品を書くときに Amazon の Audible っていう本を朗読してくれるサービスを使って本を聞いているんですが、ついこの前ですね、海猫沢メロン先生の kidsfire.com っていう本を聞こうと思って再生したら、朗読がね、なんと海猫沢メロン先生本人で、めっちゃ面白いこれみたいなことがありました。アナログでね、絵を描いて時間をゆっくり過ごしながらオーディブルで本を聞く、結構ね、おすすめな時間の過ごし方なので、興味が惹かれたら試してみてください。今回質問してくれた匿名さんのように、人のために絵を描くことが普通になっていること、そして効率的なデジタルツール、さらに絵に真面目に取り組もうとする姿勢、この3つが合わさるとですね、調子がいい時にはいいんですが、ふと気持ちが抜けてしまった時にね、あれって思うように心がついていかなくなる時があると思います。そんな時には今日紹介した3つの解決策、他人ではなく自分のために絵を描こう、必ずしも絵を完成させる必要はない、描きたいペースで描けばいいを試してみてください。きっと気分が楽になって効果があると思いますよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。こういうことって頭では分かっているんですが、なかなか自分の中のハードルが上がってしまっていてね、そうは言っても実践できないっていう人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、プロ絵師が小学生にイラスト教えてみたをご覧ください。僕がね、小学生たちとわちゃわちゃとお絵描きするだけの動画なんですが、こういうのを見るとね、自分の中で上がりきったハードルを一旦下げてくれるような感じもあると思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。